どうもベルです。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしますということで、ドゥームズデイの方やっていきたいなと思うんですけども、新年一発目となる今回は、エレナの詳細解説をやっていこうかなと思います。おすすめの野戦部隊について、最初やっていこうかなと思ってたんですけども、そちらは次回に回して、今回はエレナについてやっていこうかなと思います。では、前置きはこれくらいにしておきまして、早速やっていきたいなと思うんですけども、エレナは一言で表すとするならば、格上のプレイヤーに対する超強力な武器です。このゲーム、強いヒーローって、強い人が使えば使うほど、その進化を発揮できるヒーロー。例えば、チュンとかですね。彼女とかって、火力が売りなので、強い人が使えば使うほど、じゃあその火力で敵を一掃できるので、強い人が使うほど輝くタイプの、ヒーローなんですけども、このエレナは、格上のプレイヤーと戦うときに進化を発揮できるヒーローです。なので非常に珍しいタイプのヒーローですね。このゲームって、格上のプレイヤーと戦って勝っていくには、数的優位を取るしか、ないんですけども、じゃあ例えば、めちゃめちゃ強い5部隊と、普通の20部隊で、戦った時でも、5部隊側があまりに強いと、20部隊側が各個撃破されちゃって、強い5部隊側が勝っちゃうことって全然あるんですよね。じゃあこれ、なんで強い5部隊側が勝つかと言いますと、範囲攻撃があるからです。範囲攻撃で、相手からターゲットされていなくても、巻き込みのダメージで、もうバンバン削られちゃう。そのような経験って皆さん、あるかなと思います。ですが、このエレナは、その範囲攻撃から受けるダメージを、大幅に減らしてくれるので、自分のレイジスキルを打つ前に、もう相手の範囲攻撃に巻き込まれて、もうかなり削られちゃって攻撃できない。そういうことが起こらなくなる上、このエレナは相手を強撃。すなわち、同時に攻撃していると、追加でダメージを与えていくことができますので、活躍を大いに見込んでいくことができます。あとはもうそもそものスペックがもう非常に高くて、以前投稿させていただいた、各ヒーローをランク付けしたヒーローのティアリストシリーズですね。そちらでは、最強ヒーローの証である S ランクという、評価をさせていただいたヒーローで、大活躍間違いなしの、ヒーローですので、ぜひ今回の解説が、参考になれば嬉しいなと思います。では早速、スキルから見ていこうかなと思うんですけども、まずはレイジスキル。正義執行というスキルで、3秒間の持続ダメージを与えるスキルです。あくまでこれ持続ダメージなので、スキルを打った瞬間に相手に大きなダメージを与えることはできないんですけども、これ、合計値がやばいんですよね。まず、攻撃していない状況下だと、5400×3。すなわち、合計で16200のダメージ係数のダメージを与えることができます。そして、攻撃している状況下。一応この攻撃について解説させていただきますと、この攻撃というのは、複数の部隊で相手の一つの部隊を攻撃している時のことですね。集団戦をする際には、近い部隊はもうみんな同じ敵を狙って、一つずつ相手の部隊を落としていくわけなんですけども、わけなので、基本的にもう常に攻撃状態です。で、この攻撃すると何がいいかって、まずは相手を確実に落としていける。で、そうすることで、相手全体の火力を落としていきやすい。そして、攻撃すると、同時攻撃数によって、ボーナスダメージが相手に入るんですよね。まあ、正確にはダメージアップなんですけども、まあ、これ何部隊で攻撃していると、まあ、何%ダメージが上がるかっていうのは、ちょっとちゃんと検証できてないんですけど、多くの部隊で、
攻撃していればしているほどダメージは上がっていきます。今度戦闘動画を見ながら、実際の戦闘の立ち回りだったり、戦闘のテクニックとか、そのような動画作ろうと思っているので、詳しいところは、そちらでお話できたらなと思ってるんですけども、簡単に言うと、もう戦うときは、もう相手の一つの部隊を集中攻撃していく。こちらだけ覚えていただければ OK です。で、話の方、戻しますと、このエレナのレイジスキルは、その攻撃している状況下だとダメージ係数が上がって、1秒間につき5950。すなわち合計で17850のダメージ係数のダメージを与えることができます。これってめちゃめちゃ火力高くないですか？同じ騎兵ヒーローで非常に優秀なベラ。彼女なんですけども、彼女って覚醒後でダメージ係数が13000なんですよ。で、同じ第3世代の射撃ヒーローで、同じくめちゃめちゃ優秀なジュリア。彼女でもダメージ係数は13750なので、もうこのエレナのダメージ係数の合計がもう17850っていうのが、もういかに壊れてるかっていうのが、ご理解いただけるかなと思います。ただ、弱点として、持続ダメージなので、相手にすぐダメージが全部入らないんですよね。なので、相手に、先にレイジスキルを当てたから、じゃその減った分、相手はその減った状態で、レイジスキルを打たなくてはいけない。すなわち、相手の火力を落とした状態で、相手にレイジスキルを打たせることはできないので、そこはちょっと弱点にはなってしまうんですけども、ただ、レイジスキル一発で、そこまで大きく変わることって、普通の野戦だとないんですよね。バウンティーだと、少ない兵数で戦っていくことになるので、先にレイジスキルを打って、相手の兵数を減らしていけるかっていうのは、非常に大事になるんですけども、普通の野戦だと、そこまで大きなデメリットにはならないので、なので、このデメリットについては、もうエレナの異次元火力で、賄えているのかなと思います。では次に、第2スキルを見ていきたいと思うんですけども、ロールオーバー戦法というスキルで、相手から受ける範囲攻撃ダメージを軽減することができます。このスキル、一見大したことなさそうなんですけども、動画冒頭でお話しした通り、格上のプレイヤーと戦うとき、一番脅威なのって、相手からの範囲攻撃なんですよ。ルイとかチュン。それらの範囲攻撃で、相手からターゲットされてないのに、もう大幅に部隊が減ってしまう。そのようなことが、このスキルのおかげで、もうほぼ起こらなくなります。せっかく戦いに行ってるのに、一発もレイジスキル打てずに、部隊壊滅したら、かなり悲しいじゃないですか。ただもう今って、もう強い人はもう手をつけられないほど強くなっているので、もう範囲の巻き込みだけで、もう大量に部隊をもう倒すことができるようになっちゃってるんですよね。ただ、もうこのスキルがあるおかげで、範囲攻撃ダメージを受けても、致命傷を受けずには済むので、非常に良いスキルなのかなと思います。では次に、第3スキルですね。待ち伏せというスキルで、騎兵部隊の防御力を 30%、そして攻撃対象に与えるダメージを 13.5%、増加させることができます。このスキルももう非常に優秀ですね。騎兵部隊の防御力を 30% 上げるのは、もう言葉の通りなので、いいんですけども、気になるのは、この攻撃対象のダメージアップですよね。ただこれも、先ほどお伝えした通り、基本的に戦っている時って攻撃するので、なので、もうそのダメージを 13.5%。これって、攻撃力に換算すると、元々の攻撃力によって異なるので、ちょっと難しいところなんですけども、
だいたい30%分くらいの、価値はあるので。で、そうすると、合計でだいたい60%ほどの、ステータスアップになりますので、非常に優秀なスキルと言って良いのかなと思います。では次に、第4スキルですね。お昼休みというスキルで、基本攻撃のダメージアップです。レイジが 50% 以上の時は 53%。それ以外の時は 30% 上がっていくんですけども、これ上がり幅がかなり大きいですよね。ただ、これあくまで基本攻撃ダメージなので、メインのダメージソースであるレイジスキルのダメージを上げることはできないんですよね。なので、そこがかなりもったいないところではあるんですけども、それでも最大 53% 上げていけるのは、大幅な火力アップになりますので、非常に優秀なのかなと思います。では最後に、覚醒スキルですね。このエレナの覚醒スキルは、既存スキルの強化ではなくて、新しいスキルが追加されるんですけども、そのスキルの効果がもうめちゃめちゃ優秀です。法律厳守というスキルで、騎兵部隊の攻撃力が20%増加して、移動速度も20%増加します。これ、かなりやばくないですか？普通の覚醒スキルって、レイジスキルの火力をさらに上げるとかが、多いんですけども、エレナは、もう丸々一つ新しいスキルを追加するくらいの性能なんですよね。先ほど引き合いに出したベラを、ベラだと、覚醒することで、レイジスキルのダメージ係数が1000上がって、追加効果の相手部隊のデバフ効果ですね。そちらを 5% アップするというスキルなんですけども、ただ、これって、覚醒させたから、飛躍的に強くなるっていうことではなかったんですけども、これもうエレナは、普通のスキルと、この第2から第4までのスキルと同等クラスのスキルが、一つ追加されるというところで、もう優秀さが際立ってくるのかなと思います。エレナの第4スキルまでを見ていったときに、火力は申し分ないんですけども、どうしても移動速度アップがなかったので、戦った時に相手に逃げられてしまうことが、懸念点として挙げられていたんですけども、この覚醒スキルのおかげで、隙がなくなりましたね。もう非常に優秀と言って良いのかなと思います。では次に、かけらの入手方法を見ていきたいと思うんですけども、エレナは、トップ司令官イベントが騎兵の時のラッキールーレットですね。そちらで入手することができます。ちょうど今来てますね。一応将来的にはデイリーブースターの方でも、購入可能になるようなんですけども、私はまだ予告すら、来てない状態なので、来るとしても、だいぶ先かなと思います。なので、とりあえずはもうラッキールーレットで集めていくことになりますね。で、あとは、伝説のハンターですね。そちらの、騎兵会でのランキング報酬。そちらでも、入手していくことができます。では次に、スキル上げの順番と最低運用ライン。そちらを見ていこうと思うんですけども、まずはスキル上げの順番からですね。運営さんのおすすめは、1、4、3、2となっているんですけども、私のおすすめは、1、3、4、2です。まず、レイジスキルを上げるのは同じですね。どのヒーローでも、言ってることにはなっちゃうんですけども、レイジスキルを上げないことには、もう始まらないので、もう最優先で上げていって良いのかなと思います。で、次なんですけども、私は基本攻撃ダメージよりも、防御力と攻撃時のダメージアップが優先です。で、これなぜかというと、結局、エレナを使うときの、
の、メインのダメージソースって、レイジスキルの持続ダメージになるんですけども、その持続ダメージって、基本攻撃ではないので、この第4スキルの基本攻撃のダメージアップって乗らないんですよ。もちろん、基本攻撃で与えていくダメージも、それなりにはあるんですけども、攻撃時のダメージアップと騎兵防御の、騎兵防御のセットと比較すると、どうしても見劣りしてしまうと思いましたので、私は先に第3スキルを上げていくのが良いのかなと思います。ただ、その次に3番目ですね。に上げていくのは、基本攻撃ダメージで OK です。エレナの強みって、第2スキルでの、格上のプレイヤーと戦った時の、範囲攻撃への耐性。そちらも非常に大きいんですけども、それが輝く瞬間より、基本攻撃を大幅に上げていった方が、基本攻撃のダメージアップだと、常に発動するので、効果が大きいんですよね。なので、先に基本攻撃ダメージを上げていって、最後に範囲ダメージ軽減。こちらで良いのかなと思います。では次に、最低運用ラインについてなんですけども、エレナはレイジスキルさえ上げちゃえば、もう全然運用可能です。ジュリアと同様に、あくまでエレナって、このレイジスキルが軸としてあって、それをサポートしていくのが、この第2、第3、第4スキルっていうイメージなので。ただ、各スキルの、解説の時にもお伝えさせていただいたんですけども、エレナって覚醒させると、攻撃力と移動速度アップの、新スキルが追加されるんですよね。攻撃はまだいいんですけども、移動速度アップってめちゃめちゃ重要なので、そもそもがもう非常に強いヒーローでもありますので、覚醒させていける方は、ぜひ覚醒させていただくのがいいんじゃないかなと思います。では次に才能ですね。そちらを見ていきたいんですけども、ちょっと私が、エレナをまだ育成できていないので、同じ才能ツリーを持っているベラで、代用させていただければと思うんですけども、スキル型の、移動速度も取っていく騎兵才能ですね。まずは、スキルツリーを寄り道せずに、最後まで取っていく。で、その後に、一般才能で、移動速度アップを取って、残りは騎兵才能の、樹皮防御をめがけて振っていただくのがいいと思うんですけども、この、一般の方の移動速度を取らずに、樹皮防御をマックスまで振っていって、非スキルダメージを減らしていくのも全然ありです。私は、追撃性能を優先して、移動速度に、振ってるんですけども、それよりも、耐久力を上げていきたい方は、樹皮防御を、マックスにして、移動速度に、フルポイントを1ポイントにしていただくか、そもそも一般に1個も振らずに、破壊的戦術か、退散か、高速移動。この3つのいずれかに振っていただくのもいいんじゃないかなと思います。では最後に、組ませる相方ですね。そちらなんですけども、エレナは、ジュリア同様に結構ややこしいです。人によって、最適な組ませる相方って違うんですよね。なので、ケース別で、お伝えしていきたいんですけども、まずは、もう全ヒーローを覚醒させている、もう廃課金の方で、騎兵2部隊、組んでいく方。その方は、エレナと、ジョナサンで組んでいきましょう。もう一部隊はベラスベイになると思うんですけど、一応、キャサリンより、ジョナサンの方が強いんですよ。ただ、問題があって、このジョナサンって、すぐに使わなくなるんですよね。今後、新しい騎兵ヒーローが実装されたら、エレナと、ベラと、スベンとジョナサン。この4人の中で、誰がクビになるかと言ったら、もう、ジョナサン一択で、
他の場面で活躍できるとかも一切ないので。なので、次の騎兵ヒーローが来るまでの、つなぎ役兼、言うてそこまで、キャサリンと、そこまで変わらないっていうことを割り切った上で、覚醒させていける方。正直いるかどうかわからないんですけども、その方は、エレナとジョナサンで、組ませていただくのがいいんじゃないかなと思います。では次に、一般的な方ですね。こちらなんですけども、こちらは、騎兵2部隊運用するのか、騎兵1部隊運用にするのか、そちらによっても異なるんですけども、まずは、騎兵2部隊運用する場合には、キャサリンが必須になります。なので、無課金の方は、騎兵1部隊に、していただくのがいいんじゃないかなと思います。いいと思うんですけども、騎兵1部隊運用の場合は、エレナと、ベラ。正確には、ベラリーダーですね。そちらで組ませていきます。今回、ベラをエレナの引き合いに出したので、そこまで強くないんじゃと、思われた方いらっしゃると思うんですけども、ベラもめちゃめちゃ強いので、非常に高い火力と相手へのデバフ効果、そして移動速度アップと、戦闘時の、レイジ獲得、戦闘開始時のレイジ獲得と、もうめちゃめちゃ強いんですよね。なので、ぜひそちらで、組んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。で、騎兵2部隊運用の場合なんですけども、まず1部隊目が、ベラとスベン。そして2部隊目がエレナとキャサリン。こちらで組んでいくのがおすすめです。ベラスベンは、もう第2世代の時からもう使われている黄金コンビで、攻守ともにめちゃめちゃ強力なんですよね。で、そして、もうエレナ・キャサリンも非常に強いんですよね。エレナって、レイジスキルの、持続ダメージが、非常に魅力になるんですけども、そのレイジスキルを打つために必要なレイジを、このキャサリンの第4スキルで回復させていくことができるので、非常に相性が良くて、ベラとエレナ、そしてキャサリン・スベンっていう選択も、ありといえばありなんですけど、それよりも、もうベラスベンで組んでいって、エレナ・キャサリンで、2部隊目組んでいった方が、先ほどお伝えした、レイジ回復の都合で、ぶっちゃけ強いので、基本的には、こちらで組んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、エレナについての解説は、以上になるんですけども、もうエレナは本当に優秀なヒーローで、もう覚醒させることで、もう本当に、隙のないヒーローになります。もう野戦で大活躍間違いなしですし、格上との、長期的な集団戦になって、苦しい時でも、じゃあもうエレナ一部隊だけ出していって、攻撃を狙っていくだけでも、もうかなり、活躍することができるので、もうぜひ、育成していただくのがいいんじゃないかなと思います。今後も長く、活躍してくれるヒーローですので、今回の動画が参考になれば、嬉しいなと思います。次回は、今度こそおすすめの野戦部隊構成。こちらをやっていこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録及び、概要欄より、X のフォローをしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。